皆さんこんにちは、コビーです。今回はこんな感じの空に浮かぶ風船のシーンを作ってみたので、その作り方を皆さんにシェアしたいなと思い動画にしました。この動画の流れとしては、最初に風船のモデリング、次に風船の質感設定、その後に雲の作成、そして最後にライティングのちょっとした小ネタを紹介できたらなと思います。それでは早速作っていきましょう。まずはシフト A からメッシュの UV スフィアを作成します。左下のオプションからセグメントを16に変更してください。球体が準備できたらタブキーでエディットモードに移って球体の一番下の頂点を選択してください。そしたら上のメニューからプロポーショナル編集をオンにして球体の形を編集していきたいと思います。このプロポーショナル編集は頂点を移動させる際にマウスホイールを転がすことで影響範囲を変えてポリゴンの編集を行えるようになる便利機能です。もしまだ使ったことがなかった人はぜひ使ってみてください。風船の形が取れたらプロポーショナル編集をオフに戻して今度はコントロール R でエッジループを追加します。追加した後は一番内側のエッジループを選択してください。そしたら G キーを2回押すとエッジをスライドできるのでエッジループを小さくしていきます。次に選択ツールをサークル選択に切り替えてこの小さいサークル状になっている面をすべて選択したら X キーから面をすべて削除してください。選択ツールを元に戻して同じエッジループ部分を選択したら今度は E キーで面の押し出しを行っていきます。今これは風船の結び目の部分を作っているところです。そしてまた E キーで押し出して S キーでスケール調整して形を調整していきましょう。細かい部分の作業なのでちょっとカメラを引いてバランスを確認したりして調整していきましょう。そしてまた E キーの後に S キーを押して面を内側に作っていきます。押し出した後は F キーを押すことで穴の開いた部分に面を作成することができます。このままだと多角形ポリゴンになってしまっているので一応ナイフツールを使って面をすべて四角ポリゴンになるように整えておきたいと思います。今回は細かい部分なのでそこまで厳密にこだわらなくても大丈夫だと思いますが、一般的にポリゴンは四角ポリゴンにしておいた方が後でサブディビジョンサーフェスにした時に歪みのない滑らかなモデルになるので、なるべく四角ポリゴンで構成するようにしておくことをお勧めします。すべて四角ポリゴンになったら真ん中の頂点だけを選択して少し内側に押し込んであげておきたいと思います。ちょっと結び目のくぼんでる部分が太かったので少し微調整をかけてます。形が整ったら右クリックメニューからスムースシェードに切り替えてサブディビジョンサーフェスモディファイアを追加したら完成です。次に風船の紐を作っていきます。とある標準アドオンを使いたいのでまずはプリファレンスを開いてください。エクストラオブジェクトを検索してカーブの方を有効にしてください。風船は一旦必要ないので消しておきます。そしてシフト A からカーブのカーリーカーブを追加します。左下のオプションからタイプを4 3D モードに変更します。そしたらこんな感じのくるっとしたカーブができるのでこれを風船の結び目の部分に合わせていきたいと思います。
タブキーでエディットモードに移ってカーブのポイントを選択して移動させたり回転させたりスケールしたりして調整していきましょう。今は厚みのない状態なのでカーブのオブジェクトデータプロパティを開いてジオメトリのベベルというところのデプスを調整して厚みを持たせることができます。厚みを持たせたらさらに微調整をして結び目に合わせていきましょう。結び目の部分が調整できたら今度は紐の残りの部分を調整して紐が垂れているようにしていきたいと思います。ポイントのハンドルは R キーで回転することができます。そして今のままだとカーブは短すぎるのでこういった場合は E キーを押すことでポイントを新たに押し出すことができるので E キーを使ってカーブを伸ばして残りの部分を作っていきたいと思います。今回は空を漂っている風船を表現したいので紐はただ真下に垂らすだけではなく少し風の影響を受けているような感じをイメージして調整しています。はい、これで完成です。風船と紐のモデルができたらこの2つのオブジェクトを分かりやすいように M キーで新しいコレクションで管理しておきたいと思います。モデリングが終わったので次はこの風船に色をつけていきたいと思います。まずは画面の下にあるタイムラインを上に引き上げてシェーダーエディターに切り替えてください。風船を選択してニューをクリックするとマテリアルが割り当てられます。風船の色は好きな色を自由に設定してください。僕は青色の風船にしたいと思います。反射が少しボケすぎてる気がするのでラフネスの値を少し下げて調整してあげましょう。そして今回はサイクルズでレンダリングしていくのでレンダリングプロパティからレンダーエンジンをサイクルズに変更してビューポートをレンダー表示に切り替えていきたいと思います。ライトの設定もここで一緒にやっていきたいと思います。デフォルトのライトを選択してライトのタイプを3に変更してちょっとこのままでは明るすぎるのでライトの強さを5くらいに下げておきたいと思います。次に空の環境も設定していきたいと思います。シェーダーエディターをオブジェクトからワールドに切り替えてスカイテクスチャノードを作成しバックグラウンドノードにつなげていきます。スカイテクスチャーのタイプはホセックビルキーモデルというのがあるので今回はこれを使っていきたいと思います。そして今はまだ少し暗いのでバックグラウンドノードの値を少し上げて明るくしていきます。空の色をもう少し青っぽくしたいのでヒューサチュレーションバリューノードを作成してサイドを少し上げておきたいと思います。はい、いい感じに青っぽくなりました。そしたらシェーダーエディターをオブジェクトに戻して風船のマテリアルに戻ってください。風船の質感はこの状態でもいいんですけどちょっと一工夫加えてみたいと思うのでスザンヌを追加して風船の後ろに配置してみたいと思います。現状の風船は透明ではないのでもちろんスザンヌは隠れてしまうと思います。不透明の風船もありますが
今回は半透明な風船の作り方も紹介していきたいと思います。まずはミックスシェーダーとトランスペアレント BSDF シェーダーを作成して、このように接続していってください。そうすると透明感のある風船になったかと思います。ただこの場合だと全体が均一に透明になってしまっているので、もう一工夫加えていきたいと思います。レイヤーウェイトノードというのを作成して、一時的にこのノードの結果を見てみたいと思うんですけど、そうすると外側が白で内側が黒になっていると思います。ミックスシェーダーを0にすると完全に透明になって、1にすると不透明になると思うんですけど、つまりこのファクターのところにさっきのレイヤーウェイトノードのフェイシングをつなげてあげると、外側は不透明だけど内側になるにつれて透明になっていくという結果にすることができるようになります。そして間にカラーランプノードを入れてあげて、黒の部分を明るくしてあげれば内側の透明感も自由にコントロールできるようになるので、調整してみてください。これで風船のシェーディングは完成です。あとは紐の方にもマテリアルを割り当てて、適当に好きな色を設定しておきましょう。ここからは雲を作成していきたいと思います。スザンヌはもう必要ないので削除しておきましょう。雲のオブジェクトはシフト A からメタボールのボールから作っていきます。このメタボールというのはちょっと特殊な性質を持っていて、シフト D で複製すると2つのメタボールがくっついて見えると思います。こんな感じでメタボールは近くにある別のメタボールとくっつき合う特性があるので、これを利用して雲の形を作っていきたいと思います。雲の形に正解はなく、どんな形でもいいと思うので好きに形を作ってみてください。はい、僕はこんな感じの雲にしてみました。形が整ったら全てのメタボールを選択して、オブジェクトメニューからコンバートのメッシュというのを押してメタボールをメッシュ化します。これで一つのポリゴンメッシュになりました。ワイヤーフレームを表示してみるとわかるんですが、このままだとポリゴン数がすごく少ない状態になっているので、サブディビジョンサーフェスを適用してポリゴン数を増やしていきたいと思います。今回はレベルを4にして、このくらいのポリゴン数にしておきます。そしてサブディビジョンサーフェスを適用しておきます。この状態でスカルプトモードに切り替えると、ブラシで直感的にモデルを変形できるようになるので、さらに任意の形にしたい人は調整してみてください。ブラシサイズは F キーで変更できます。そしてブラシの種類ですが、雲の形を変形するのにはこの2つのブラシだけで十分じゃないかなと思います。はい、調整が終わったら元の画面に戻って、今度はディスプレイスモディファイアを追加していきます。ニューをクリックして一番右のアイコンを押してください。するとテクスチャプロパティに自動的に切り替わると思います。そしてテクスチャのタイプをボロノイに切り替えていきます。
ちょっと雲の形が崩れてしまったんですけど、パラメータを調整して形を整えていきましょう。まずはサイズの値を上げて、ちょっとディティールが細かすぎたのを調整していきます。次にこのボロノイテクスチャの影響を反転させたいので、カラーランプにチェックを入れて白と黒の矢印を反転させてください。これでボロノイテクスチャの影響が望んでいた形になりました。さらにサイズや強さなどを調整して雲っぽいモコモコした感じに調整していきましょう。ディスプレイスモディファイアの強さ自体を変えてみるのもいいんですが、今回はそのままで大丈夫そうですね。はい、これで雲のベースとなる形は完成です。ここからはこの雲のベースを使ってボリュームを作成していきたいと思います。シフト A のボリュームからエンプティを作成してください。そしてこのボリュームにメッシュトゥボリュームというモディファイアを追加していきます。オブジェクトというところに先ほど作った雲のベースを設定して、そしてこのベースモデルはもう必要ないので非表示にしておきます。そしたらマテリアルプロパティに切り替えてニューを押してボリュームにマテリアルを割り当ててください。そうすると雲モデルの形をベースにしたボリュームが表示されたかと思います。シェーダーエディターを見てみるとボリュームマテリアルが割り当てられていると思うので、カラーを雲らしく真っ白に設定しておきましょう。そしてボリュームのモディファイアのデンシティを上げることで雲の密度感が増してよりモコモコした感じを強調できると思います。ただし密度が上がるので、もちろん影とかも濃い影が落ちてくるようになると思います。そして下のボクセルアマウントという数値を上げるとボリュームの計算に対するボクセルの量を増やすことができて、より解像度の高いボリュームにすることができるようになります。上げすぎると重くなってしまうので、必要な解像度に応じて設定してみてください。次はボリュームディスプレイスモディファイアを追加します。で、またニューをクリックして一番右にあるアイコンを押してください。テクスチャプロパティに移ったら今度はタイプをクラウドに変更していきます。これで雲にさらに細かいディティールを与えることができるようになるので、テクスチャのパラメータを調整していきたいと思います。ここも正解とかはないので、お好みの雲になるように好きに調整してみてください。はい、いい感じに雲っぽくなったかと思います。そして元の雲のベースモデルを移動させることで、ボリューム自体も一緒に移動させることができるので、好きな場所に移動させて配置してみてください。あとは非表示にしてた風船も表示させて、好きに雲とか風船を複製したり、カメラアングルを決めたりしてかっこいい絵になるように探ってみてください。最後にちょっとライティングの小ネタというかテクニックを紹介できればと思うんですけど、まずちょっと今ライティングが弱くて雲が少し暗すぎるので、ライトの強さを上げておきたいと思います。はい、10に設定しました。そして次にレンダープロパティにあるライトパスのボリュームというところが今は0になっているんですけど、ここを1にすることでボリュームの間接光の計算が行われるようになるので、ここの値を上げて雲の暗部、暗かった部分を明るくしてあげたいなと思います。そして今は環境で設定した空の間接光を計算してしまっているんですけど、
例えば雲の下に白い板を配置してあげれば、この白い板の反射光を間接光として計算してくれるようになるので、この方法で雲の間接光を自由に設定していきたいと思います。白い板は見えてほしくないので、そういう場合はレイビジビリティのカメラをオフにすることで、白い板はレンダリングには映らないけど雲の間接光としては影響するようにすることができるようになります。なのでこの板を白ではなく赤とかにしてあげれば、赤色の間接光を雲に与えることができるようになります。こんな感じでライティングを調整して自分の好きなイメージになるように絵作りをしていってみてください。これで今回のチュートリアルは以上になります。分かりづらいところとかあったと思うんですけど、少しでも何か役に立つ部分があったら嬉しいです。あと今回のやり方が決してベストというわけじゃないと思うし、他にもいろいろなやり方があると思うので、もしもっといいやり方知ってるよっていう方とかがいたら、ぜひコメントでシェアしてもらえると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。